ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。日本では札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の京急エリアに地下鉄が走っています。地下鉄は高度に発展した都市において地上に鉄道網を建設できない場合の選択肢として建設されるもので、大都市の象徴ともいえる存在でしょう。そんな地下鉄ですが、一言で言えば儲かっている路線と儲かっていない路線が存在します。その儲け度について営業係数という指標を使って主に表されます。これは支出額割る収入額 ×100 で表される数値で、100を下回ると黒字、100を上回ると赤字を意味します。簡単に言うと100円稼ぐためにどのくらいの支出が必要か、それを意味する指標でとても分かりやすいものと言えます。数値が小さければ小さいほど黒字額が大きく儲かっている路線、数値が大きければ大きいほど儲かっていない赤字額が大きい路線です。ではそんな儲かっておらず赤字な地下鉄、どんな路線があるのでしょうか。そこで今回の動画ではそんな儲かっておらず赤字の地下鉄路線について8種類、その理由と合わせて紹介していきます。それでは本編へどうぞ。都営地下鉄大江戸線。都営大江戸線は東京都練馬区の光が丘駅から東京都新宿区の都庁前駅まで6の字を描くように走っている路線です。途中練馬、中井、中野坂上などを経由して都庁前に行き、新宿、六本木、大門、門前仲町、両国、春日、東新宿などを経由し、都庁前に戻ってくるというルートになります。その距離は営業キロベースで 40.7km に及び、日本の地下鉄路線としては最長の距離となります。都営大江戸線は1991年に光が丘、練馬間で開業し、その後3段階に分けて延伸開業を果たしており、2000年12月から現在の形になっています。そんな都営大江戸線が走行するルートには、人が集まるスポットが数多くあるのが特徴です。2019年度の収入額は約570億円で、乗車人員数も100万人に迫る数字を出しており、どちらも都営地下鉄の中ではダントツです。しかしそんな売り上げを出す都営大江戸線ですが、2019年度の営業係数は102となっており、収入額は多いものの利益はほとんど出ていません。都営地下鉄4路線のうち、営業係数が100を超えているのは大江戸線のみです。これはなぜでしょうか。最大の要因は建設費が膨れ上がったことです。大江戸線は比較的新しい路線であるがゆえに、ほとんどの区間で地下深くを走っています。さらに全線がトンネル区間であり、車庫を含めて車両が地上に顔を出すことは通常ありません。地下深くに 40km 以上に及ぶ長区間のトンネルを掘れば、当然建設コストは高くなります。鉄輪式リニアモーターカー方式を採用するなど、建設費を少しでも抑えるための対策が取られましたが、結果的には全線開通までに約1兆3574億円もの大金が投じられました。1km あたり300億円を超える計算で、浅草線建設時の約8倍にもなります。この数字は東京湾アクアラインや関西国際空港などといった国家プロジェクトにも匹敵すると言われています。そんな都営地下鉄ですが、最初の路線である浅草線が開業した1960年以降、長らく赤字経営が続いてきました。これは同じく都心に路線網を持つ営団地下鉄の方が経営効率の良い路線配置を行えたことが第一にあり、その他4路線全てで車両規格が異なっており、建設コストや車両コストが高くついていることなどが指摘されますが、大江戸線の減価償却費、利息支払いもその一因です。また企業債などによる債務残高もまだ多く残っているのが現状で、2022年の決算では債務残高が約5860億円であると示されています。1兆円を超えていた時期に比べるとかなり減ってきていますが、完済までにはまだ時間がかかりそうです。そんな都営大江戸線ですが、利用客や営業収入は着実に伸びてきています。
COVID-19 感染症によるパンデミックの影響により2020年度こそはかなり落ち込みましたが、以降は回復傾向を見せています。都営地下鉄4路線の中で最も営業収入の多い路線ですから、減価償却費による財政圧迫の緩和が今後も順調に進めば、真の意味での儲かる路線に様変わりする日が来るでしょう。福岡市地下鉄七隈線。福岡市地下鉄七隈線は福岡市西区の橋本駅から福岡市博多区の博多駅までの 13.6km を結ぶ路線です。途中貨も福大前、七隈、六本松、薬院、天神南などを経由します。七隈線は2005年に橋本、天神南間が開業し、2023年に天神南から博多まで延伸されました。それまで鉄道路線がなかった福岡市南西部と九州の中心地ともいえる天神、博多を結ぶ路線として計画され、当初から開業が期待されていた路線です。1994年に初めて出された需要予測調査では、目標年次2006年で1日あたり15万9806人とされました。その後2002年度に再度行われた需要予測調査では、目標年次2005年で1日あたり11万957人に修正されています。しかし2005年度の輸送人員は1日あたり4万6397人と、需要予測調査で示されていた数字の半分にも満たない大幅に少ない実績値となってしまったのです。これは七隈線が地域に定着しきれていないこと、沿線開発が想定よりも進んでいないことに加えて、終点の天神南駅が空港線の天神駅と離れており、博多駅や福岡空港などへのアクセスが不便であることなどが原因として挙げられました。これを受けて当初は2009年度に1日あたり11万8000人とされていた予測も、同年度1日あたり6万5200人に下方修正。それでも実績値が予測値を下回る状態が続き、2014年度まではその状況が続く厳しい状況で、赤字運営となっていてもおかしくない状況でした。しかしそんな七隈線ですが、近年利用客数は着実に増加傾向を見せています。2015年度以降は2009年度の見直し予測よりも輸送実績が増え、単年ごとで見た時の収益も増えてきています。また福岡市の都市政策が功を奏したことなどによる人口の増加も追い風要因となっています。福岡市の人口は2020年に160万人を突破し、東京23区を除けば全国第5位にまで浮上してきています。そのうち七隈線の大半が経由する中央区、城南区、佐原区、西区がこのうちの約 47.6% を占めており、七隈線にとっては好材料と言えるでしょう。そして利用客数が上昇傾向にある中での博多駅延伸は非常に強力なプラス材料となりました。2022年度に1日8万人程度だった利用者数がおよそ 1.5 倍の12万人程度に増えています。その反面当初の需要予測をもとに空港線、箱崎線と比べて小さな車両を使用していることに加えて、1編成4両しかないこともあり、特に平日朝の混雑が深刻化してきています。予備車削減も含め増便で対応してきていますが、それでもなかなか混雑が緩和されないほどであり、利用客数がかなり増え嬉しい反面大きな課題となっています。七隈線は開業後しばらく利用者数が低迷していましたが、福岡市そのものの人口増や博多延伸で大きく飛躍してきています。しばらくは減価償却費などの支払いが続きますが、今後も好調な利用客数推移を見せていければ、近い将来儲かっている路線の仲間入りをするでしょう。名古屋市営地下鉄桜通り線。名古屋市営地下鉄桜通り線は名古屋市中村区の太閤通り駅から名古屋市緑区の徳重駅を結ぶ 19.1km の路線です。途中名古屋、丸の内、久屋大通り、今池、五木曽、瑞北役所、新玉橋、野波などを経由します。1989年9月10日に中村区役所前、今池間が先行開業し、今池から先は1994年に野波まで延伸し、
2011年にはさらに徳重まで延伸して現在に至ります。特に名古屋今池間は東山線と並行して走っており、桜通り線は東山線のバイパス路線として建設されました。しかし2019年度の営業係数は 118.2 で赤字となっており、本来の役目を果たせているかと言われると疑問符がつきます。どうして桜通り線は赤字となっているのでしょうか。その最大の要因は建設費です。桜通り線は太閤通り徳重間における総建設費用が約4970億円で、これは名古屋市営地下鉄で最も高額になっています。桜通り線の建設時期がバブル経済の真っ只中であり、人件費や建設資材費などあらゆる費用が高騰したためです。さらに桜通り線は比較的新しい路線であるため、すでに地下へ設置されている施設、設備を避けるように建設されており、また地下深くを走行するという条件下にあります。東山線のバイパスで利用客数が多いことを予測したこと、計画段階では名鉄線との直通案があったこともあり、8両編成対応ホームの建設やバリアフリー対応などが施され、他の路線と比べて駅設備が豪華になりました。結果として建設費用や人件費などが高くついてしまい、現在でも債務返済、利息の支払いが重くのしかかっています。名古屋市交通局における地下鉄事業の資金繰りは、1988年度に資金不足額が当時最大の約264億円を記録し、累積赤字も2006年度までに約4469億円に膨れ上がっています。2022年度決算の時点でおよそ半分にまで減ってきていますが、依然として厳しい経営状況が続いています。また桜通り線は名古屋市の中心地である栄を経由しません。そのため栄を通る東山線の旅客を完全には取り込めておらず、これも利用者が伸び悩んでいる原因の一つとなります。桜通り線は2023年9月16日に減便ダイヤ改正をしており、平日昼間と土休日朝で合計約40本を減らしています。東山線の混雑緩和のために建設された路線ではありますが、利便性の低下によってさらなる利用客離れが進まないかが懸念されます。名古屋市営地下鉄上飯田線。名古屋市営地下鉄上飯田線は名古屋市北区の平安通り駅と同区の上飯田駅までを結ぶ全長約 0.8km の路線です。日本の地下鉄では最も短い距離となっており、2003年3月27日に開業しました。そんな上飯田線が建設された最大の目的は、名鉄小牧線の利便性向上です。小牧線の名古屋市側の終点である上飯田駅では、かつて市電御成通り線に乗り換えることが可能でした。しかし市電御成通り線は、1971年2月1日に廃止。10ヶ月後に開業した地下鉄名城線平安通り駅までの区間が鉄道空白となり、その後約30年にわたって不便な状態が続きました。この上飯田線が開業したことによって、小牧線からバスを介さず直接地下鉄へ乗り継げるようになり、特に小牧線の利便性が大きく向上しました。利用客数の減少傾向が続いていた小牧線ですが、2003年度以降はこれがある程度持ち直しており、上飯田線の開業による効果が早速現れた形となっています。名鉄小牧線にとっての救世主となった上飯田線ですが、2019年度の営業係数は410.2という厳しい数字になっています。名古屋市営地下鉄の中ではダントツに悪い数字で、一つ前で紹介した桜通り線をもはるかに上回る数字です。どうしてこのような事態になってしまったのでしょうか。これには主に2つの理由が考えられます。1点目は建設費用の高騰です。上飯田線は名鉄小牧線の安島、上飯田間の地下化及び複線化と一体となった工事が行われていますが、わずか 3km 余りの距離で700億円以上が投じられています。上飯田、平安通り間については地上の道路がそこまで広くなく、交通量が多い上に住宅や商店の密集地であったこと、小牧線区間の安島、上飯田間に合わせるような形で地
が深いところに建設されたことなどの理由で、そもそも上飯田線の建設工事自体が難航しました。また1995年に発生した阪神・淡路大震災を受けて、地下鉄の建設においても耐震基準が変更されたこと、2000年に発生した東海豪雨で大きな被害を受けたことによって、その工期に遅れが生じたことも原因です。2点目は上飯田線の運営体制です。上飯田線の建設では第三セクター方式が採用され、愛知県、名古屋市、名鉄を主体とした上飯田連絡線株式会社、ガー島、上飯田、平安通り間の施設を保有しています。そして運行は名鉄として名古屋市交通局へそれぞれ委託。名鉄と名古屋市交通局は上飯田連絡線株式会社に対して線路使用料を支払うという体制が取られています。線路使用料は名鉄と名古屋市交通局合わせて年額でおよそ18億円となっていますが、両社でちょうど折半している状態です。営業キロでは名鉄区間の3分の1しかないにもかかわらず、名古屋市交通局は同額を負担しているため、名古屋市交通局の方が負担が大きいというわけです。そんな上飯田線には平安通りからさらに南下し、桜通り線の高岡や東山線の新栄町を経由して丸太町方面まで延伸する案がありました。しかし名古屋市交通局の財政が厳しいことなどを理由に、この実現可能性はほとんどゼロに近い状態です。延伸して利用客が増加すれば希望が持てそうですが、しばらくは現状の1区間路線のまま推移していき、採算面で厳しい状態は今後も続いていきそうです。大阪メトロ千日前線。大阪メトロ千日前線は大阪市福島区の野田阪神駅から大阪市生野区の南辰巳駅までを結ぶ全長 13.1km の路線です。途中阿波座、桜川、難波、日本橋、谷町9丁目、鶴橋、今里、庄司などを経由します。1969年に野田阪神、桜川間が開業し、4度の部分開業を経て1981年に全通し現在の形になっています。そんな千日前線の営業係数は公表されている最も直近である大阪市営地下鉄時代最後の2017年度において 128.2 です。大阪メトロは中央線や地下鉄で日本一稼ぐ御堂筋線をはじめ甲州駅の路線が複数あることで知られていますが、千日前線はそれに反して足を引っ張ってしまっている状態です。千日前線はなぜ赤字なのでしょうか。その背景には大阪市が長年取り続けていた市営モノ主義というスタンスが関係しています。市営モノ主義とは交通機関や社会的サービスの面で民間資本の参入を自治体側が認めないという姿勢のことです。大阪市は1900年代初頭からこのスタンスを取り続けてきました。そもそも千日前線という路線は戦前の都市計画に存在していません。転機となったのは近鉄電車と阪神電車が難波への乗り入れ計画を立てたことでした。市営モンロー主義の姿勢をとっていた大阪市は簡単に言えば近鉄、阪神の難波乗り入れ計画に対抗するため都市計画になかった千日前線の開業を急いだのです。しかし千日前線は需要や財政の面で優先度があまり高くなく、そのような路線を急ピッチで建設した反動は大きいものになりました。戦後復興などで財政的に苦しかったことに加えて、すでに開業していた御堂筋線、谷町線、四ツ橋線を避けるように建設され、さらには建設工事自体が難航したことなどが理由で、大阪市交通局の財政をさらに圧迫してしまいました。高度経済成長期で物価高が進んでいたことも一因と考えられます。また1970年に近鉄電車が難波まで延伸し、2009年に阪神西大阪線が阪神難波線となって難波まで来ると、桜川、鶴橋間では近鉄、阪神と経路がかぶっています。それどころかこの区間は完全に乗り換え駅が続いており、桜川、難波、大阪難波、日本橋、谷急、大阪上本町、鶴橋にて、千日前線と阪神難波線、近鉄電車の乗り換えができます。
なのでせっかく需要は多くても利用客が分散してしまい、これも千日前線利用者数の伸び悩みにつながっています。桜川、鶴橋間に限れば近鉄、阪神より運賃が安いこと、生野区の鉄道空白地帯に路線があることや、今里筋線と乗り換えが可能な今里駅を抱える都合で、千日前線自体も一定の利用客こそある路線ではあるのですが、建設を強行した代償は今なお大きく残っている路線と言えるでしょう。大阪メトロ、今里筋線。大阪メトロ今里筋線は大阪市東淀川区の板野駅から大阪市東成区の今里駅を結ぶ全長 11.9km の路線です。2006年に開業した地下鉄で、大阪メトロの地下鉄で最も新しい路線です。しかしそんな今里筋線の営業係数は、2017年度において231.0となっています。大阪メトロの路線ではダントツに高い数字を出しておりますが、どうしてこのような事態になってしまったのでしょうか。一つ目は、今里筋線の走っている場所にあります。地図を見ると一目瞭然ですが、今里筋線は JR 環状線の内側を走らない路線です。さらに御堂筋線との接続駅も存在しません。需要が高い大阪市中心部を通らないために、利用客数が伸び悩んでいるのです。そして2つ目は、建設費の高騰です。今里筋線は河川や既存建築物を避けるため、ほとんどの区間で地下10メートルより深い場所を走っています。また地層が軟弱だったために工事がはかどらなかったことや、幅員が狭い道路の下を通すために、上下2段でトンネルを掘り進める工事をした区間もあります。これは当時の大阪市営地下鉄においてほとんど前例がないことでした。結果として板鹿の今里間の建築費は約2718億円と高額になり、1km あたり200億円を超えてしまっています。今里からさらに南進して湯里6丁目まで延伸する計画もありますが、すでに開業した区間だけで相当な建設費になった上に利用客数が低迷しています。2014年に採算性がなく事業化は厳しいと答申され、延伸計画そのものが凍結されました。ところで2019年春から今里ライナーという BRT 形式での延伸社会実験が行われています。これは今里駅から熊田、湯里6丁目などを経由し、御堂筋線及び JR 阪和線の長井駅までを結ぶルートと、熊田まで同じルートを走行した後分岐して、阿部野橋までを結ぶ2つのルートから構成されており、前者のルートは今里筋線延伸計画に示されていたルートを通ります。今里ライナーの利用客数は全体として見れば増加傾向にあります。しかしながら平均で1日3000人から4000人程度で、現在の料金体系、運行計画では採算性が厳しいとの評価を受けています。新規需要を掘り起こせた収穫こそあれど、経営的に厳しいことは変わっていないのが現状です。今里ライナーの社会実験は当初2024年度までの予定でしたが、COVID-19 感染症によるパンデミックの影響を受けて、さらなる試行、検証が必要と判断された結果、2年ほど延長されることになっています。今里筋線、今里ライナーともに、走る場所が場所だけに劇的な需要増加を見込むことは難しく、今後も苦戦が予想される路線となっていると言えるでしょう。ただし阿部野橋まで延伸することになれば、自動的に御堂筋線や環状線が乗り入れる天王寺駅に乗り入れるため、こっちに伸びれば先ほどの七隈線のように大化けするかもしれません。京都市営地下鉄東西線。京都市営地下鉄東西線は京都府宇治市の六地蔵駅から京都市右京区の渦政天神川駅までを結ぶ全長 17.5km の路線です。途中醍醐、凪辻、山科、三笠木、毛上、三条京阪、京都市役所前、烏丸池、二条などを経由します。1997年に醍醐、二条間が開業し、その後2度の延伸を経て2008年から現在の形になっています。特に山科、六地蔵間においては沿線住民の貴重な足となっており、
かつては道路渋滞が頻発しバスの遅延が多かったエリアですが、東西線の開業によって大きく改善されています。そんな東西線は建設費がトータルで5500億円を超え、東西線の赤字どころか京都市営地下鉄の財政にも影響を与えています。その理由としては、京都ならではの特殊な事情があるのですが、それは一体何でしょうか。一つ目は発掘調査です。京都の地下鉄は烏丸線も東西線も費用が抑えられる開削工法で工事が進められました。しかしことである京都という地理的な都合もあり、文化財保護法に基づいて発掘調査が義務付けられました。この費用がかなりかさんでしまったことによって、発掘調査の必要がないが通常の開削工法より高額になりがちなシールドトンネル工法を使うより費用が高くついたのです。また建設時期がバブル景気と重なり、計画段階よりも費用がかさんだことも原因に挙げられます。2つ目は緑の暴走族とかつて揶揄された市バスをはじめとするバスの存在です。京都市内は全国屈指のバス天国となっており、非常に多くのバス路線が設定されていることで有名な街であると同時に、最近はめちゃくちゃマシなようですが運転が荒いことでも知られています。何度も言いますが、最近はかなりマシなようですが、観光客の多くにとっては京都市街地をくまなく網羅するこれらの特に市バスの利用は第一の選択肢となっており、一方で地下鉄は不利な状況になっているのです。ところで東西線が全線開通した直後の2009年度から京都市交通局は経営健全化団体になりました。これは2007年に成立した法律に基づくもので、財政健全化に向けた計画を策定し実施することを義務付ける制度です。一度は脱却しましたが、2020年度から再度健全化団体となっています。また昨今、京都市の財政危機が報じられることが増えてきました。地下鉄事業だけで年間約61億円の赤字を出している京都市は、このままだと2028年度に財政再生団体へ転落する可能性が指摘されています。財政再生団体は実質的に国の管理下に置かれることとなり、市民サービスなどへの影響が懸念されています。地下鉄に限らず自治体そのものが危機に瀕していること京都で、その影響には東西線の高額な建設費が多く影響しているのです。現在は何とか状況が上向くかどうか正念場に立たされていると言っても良いでしょう。神戸市営地下鉄海岸線。神戸市営地下鉄海岸線は神戸市長田区の新長田駅から神戸市中央区の三宮花時計前駅を結ぶ全長 7.9km の路線です。途中駒ヶ林、苅藻、三崎公園、和田岬、中央市場前、ハーバーランド、港元町、旧居留地、大丸前を経由します。2001年に開業した海岸線は約2400億円をかけて建設されました。しかし2001年の開業以来一度も黒字になったことがなく、日本の地下鉄では最も営業成績が悪い路線と言われています。開業前には2001年度で1日約8万人、2005年度で1日約13万人の利用客を見込んでいました。しかし実際には2001年度で1日約3万4千人、2011年度でも1日約4万2千人という惨敗っぷりで、予測の3割程度の実績しか挙げられませんでした。なぜそのような事態になってしまったのでしょうか。2007年に神戸市が公表した地下鉄海岸線事後評価では、主に以下の点を指摘しています。1つ目は、沿線人口の低迷です。海岸線が走るエリアは1995年1月に発生した兵庫県南部地震及び阪神・淡路大震災によって甚大な被害を受けました。海岸線は長田、兵庫地区の再開発事業に先立って建設されており、マンションの開発や大型商業施設の誘致がこれに合わせて沿線では進められていました。しかし震災前と比較して人口は激減したとされています。2つ目は競合路線から利用客を思いのほか獲得できなかったことです。海岸線は JR 神戸線と並行するように走っており、
さらに和田岬を経由しているため JR 和田岬線とも競合しています。和田岬には大企業の工場が複数あるため、三宮、神戸から和田岬へ一本で行ける海岸線の利用が増えるものと期待されていました。しかし現実にはそこまで地下鉄利用へシフトしませんでした。海岸線の三宮にあたる駅は三宮花時計前駅で、神戸にあたる駅はハーバーランド駅となっていますが、海岸線の駅は地下深くてそこそこ離れた場所にあります。阪急、阪神、ポートライナー、西神山手線も含めて地図にしてみるとこのような感じになるのですが、これが煩雑に感じてしまう人が多かったのではないかと示唆されています。そして3つ目は社会情勢の変化です。海岸線の沿線は商業地が多くなっていますが、高齢化の進行や情報化社会の進行により電車に乗って通勤する需要はそもそもとして減少したからではないかというものです。海岸線については2018年に現在の神戸市長がランニングコストすら自力で賄えておらず、政策の失敗としか言いようがないと断言しています。利用促進を目的とした社会実験がたびたび実施され、利用者数は徐々に増えてきています。しかし最近では COVID-19 感染症によるパンデミックの影響もあり、利用者数は一気に落ち込んでしまいました。今後も元の水準までは戻らないだろうと考えられています。いかがだったでしょうか？今回は儲かっていない地下鉄路線について紹介しました。今回取り上げた路線ですが、儲かっていない要因として一番多かったのが建設費が計画段階の試算より高くなったことです。これにより減価償却費、利子が膨れ上がり、収支に影響を与えてしまっています。中には減価償却費などの支払いを終えてしまえば一転してドル箱路線に様変わりしそうなものもありましたが、なかなか利用客増加が見込めない厳しい状況の路線もあり、それらの路線については今後の施策が注目されるでしょう。なお今回の動画で取り上げた地下鉄はこれから述べる8路線であり、都営地下鉄大江戸線、福岡市地下鉄七隈線、名古屋市営地下鉄桜通線、名古屋市営地下鉄上飯田線、大阪メトロ千日前線、大阪メトロ今里筋線、京都市営地下鉄東西線、神戸市営地下鉄海岸線という形となりました。この動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧になれますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。